移動するでまたこう移動する行きましたね。大将はい。ねえさすがだねたくさんウィーバはいどうも現代忍者タグですニンニンピョンピョンということでー。はい、ちょっとね、めでたいんですが、はい石井東吾、あなたの親友、はいワンパーセンターにも出演していただきました。そうですねワンパーセンターの役がですはいね、ジーク運動を使う殺し屋。そうです世の中には様々な武術や格闘技があるがそれを極められるのは全体の 1%。 選ばれし存在、それが1%。ジーク運動を使う殺し屋石井東吾がうん第5ランクうん昇格しました。おめでとう。茶帯から黒帯になったとかそういうことだよね。そういうことです。ああ素晴らしいね、はい第5ランクってしかも東郷先生しかいないわけでしょ。でヒロ先生が第8ランクなんでしょ。第8ランクでトップだよねですね。誰もいないランクに上がったわけだからワンパーセンターの一人です。そうです素晴らしいでございます。ヒロ先生はさらにもう 0.1% です。ということでですよ、はい今まで源氏交流ボルテックスとかたっちゃんねヒロ先生から教えていただいてましたけれども、はいはいヒロ先生のこの動きの速さとかもちょっと見ていただきたいんですよ、うんうんなので広渡辺先生からジーク運動、奥義を学ぶ自分の奥義を学ぶっていう企画ね。企画でありがとうございます。実はすごくその G 君の、はいワンパーセンターで東郷先生と、かなりガチで戦わさせていただきましたけど、はいその時戦いながらも、はい G 君道ってすごいなと思ってたんで、今日学べる、はい最高でございます。お呼びしましおょう。呼びしましょう。ヒロ先生よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、こんにちは。広田なんです。坂口拓にちょっとジーク運動をはい教えていただきたいと、でその前に石井東吾のですね、はい第5ランク認定された動画見て感動しました、ああ、ありがとうございます。はい、日本には1人しかいないんですよね。今のところそうですね。はい21年の時点で、はい彼は、はいテクニックの実力的には第5のレベルになってたんですよ。だけど、ブルース・リーの自分のエンブレムをはい見ていただければ分かりますけど、はい陰陽の部分が赤と金色。はいで赤がテクニックですよ。はいで黄色の部分って哲学なんですよ。その両方がちゃんとバランスが取れて陰陽が成り立つんで、黄色の部分が欠けてたんで、哲学の部分が欠けてた。そう、はい仮第5ランクっていう認定証をセミナーで弟子の前でみんなで渡したんですよ、はいみんなの前に。はいでその後じゃあその部分が欠けてるからお前もっと勉強しろよってことで追いついてきたんで今回渡したっていう経緯です。じゃあ2023年はその技術の部分哲学の部分はいはいが追いついたということで第5ランクっていう形で正式に。正式に渡しました。はあはい。第4ランクはあと日本に何人か挙げてます。はいはい。その中で、石井が今回第5っていう形で認定しました。でそういうことですね。先生は第8ランクじゃないですか。第9とか第10とかはなくなんで第8ランクで終わるんですか。それはブルース・リーに聞いてください。開祖がはい当時第8ではい考えてたんで、はい白い丸からスル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 っと入ってって金色の丸で終わってますよね、はい白い丸っていうのは本当無なんです。何にもない無なんですよ、はい陰陽に色がついてって最終的に金色っていうのが全てを包括してる無になる。だからこれ見てください。はい僕は第8ランクなんで金色の丸なんですよ。やっぱり極めし者の行き着くところってやっぱそういう天明の域に達するですよね。はいはい。ちなみに先生第1ランクからはい第2ランクはい345とはい何年でこうどんどんこうピラミッドじゃあちょっと進化システムはい簡単に、はい第1ランクはまず2年2年2年経つと第1ランク第2ランクは5年5年で第3ランクは10年さらに、5年経つと第4ランク4から5に行く時に10年10年かけて第6さらに10年かけて第7、さらに10年かけて第8。はい僕の場合は持って生まれたものがあるんで、はいそれはしょうがないんですよ、はいだから
2010年の時点で先生から全然継承されて第6ランクになって、はい、であっという間に5年で僕は第7ジークンドマスターになりました、はい、じゃあ自分の先生に言われた通り自分のジークンドを作れってことになって5年かけてようやくある程度の形までした。で今まだ進化中。100チャンネル。じゃあ今日はね、その坂口はね、まだまだその哲学の部分はちょっとそんなすぐに無理だとして、技術的なことをちょっとこう教えていただきたいなと思いますので、先生見せていただけないでしょうか。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、先生。まずジークンドーの基礎、基本的な部分というのは、まずこのオンガードポジション、オンガードポジションというのは非常に大事です。この構造を崩さずに足をまずどう動かすか、前後、それから左右、右回転、左回転、ね、それから斜めに移動していく、斜めに下がる、斜めに下がる、それによってポジションをどう相手の四角にこう入れていくか、はい、足を動かさないとそのポジション取りができないでしょ。それをものすごい重要視するんですよ。そこの足の動かし方の中で蹴りをやったりパンチをやったりするわけですよ。ふっとこう持ってったりもするわけです。じゃあちょっと今相手を芦田で、今日はタレさんいないんで芦田を相手ということで、その今の足さばきをしっかりとカメラに収めたいと思います。はい。で例えばこうパンチ来てこっちいるんですよ。こっちいるんですよ。ドン、ほら、おお、ここに入ったでしょ。はい。だからこっち行ったらこっち行くと思うでしょ。はい。ところがバン、ほら。戦術も使いつつ足でどうするかということをやる。はい。一番わかりやすいのが今あります。ワン、ツー、ドーンとこれ入る。はい。そうするとね、ここでドン、ドン、ここでまず止まるでしょ。そしたら次入ってるんですよ。はいはい。うわ。その時に足動いてるでしょ。そうやって2打目、3打目って入ってる。1打でしょ。左から1、2、3、4、1、2、左、右、ね、あっという間に後ろ取るでしょ。はい。でこっち振り向くでしょ。振り向いた瞬間にうわい。それとも時間もうまく使う。はい。まあプラスちょっといいですか。はい。石井は早くパッと動いてるけど、はい、強い衝撃が加わってるかどうかっていうのはちょっとわかんないですよ。これが僕がここでこう打った時に、はい。これをなんか鉄の棒が今飛んできましたね。今のストレートリード。今のちょっと俺今びっくりした。槍が飛んでくるみたいに見えて今見えたね。槍がスカーンっつって。これは第8ランクのストレートリード。僕の体重の2倍3倍の人とやるときは今ぐらいで打たないと、今ぐらいで打っても下がってもおそらく1歩2歩です。だから次いける。僕アメリカで結構でかい人と随分やったんですけど、そういう使い方を覚えたんです。じゃあぐらいの威力の強さでさらに後ろに回るっていうのはもうでかい外国人とかそういう人を相手にした場合ってことなんですか。そうだから当然体重の軽い人を打ったら今みたいになっちゃう。はい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 。だから今でもしこれでやってこれ耐えたら、もしこれで耐えたら次これもできるし、筋肉でしょ。あっでいけるし、もう一つこうでいけるし、それで例えば耐えてまたこういうとしたら今度こっちはい。はい。いろいろです。だからこれ今度こっち回ったら今度こっちパーン。はい。こうもできる。そういかに自由自在。いやいきなりスピードがこう。ジークンの場合増したんで、もうカメラで追うのがやっと。そうでしょ。今日は本当にヒロ先生のさ、シンプルな強さ、スピードっていうのを見れてやっぱ面白いよね。じゃあちょっとね、たくちゃん今のやってみる。教えていただいたやつ。けどね、やっぱ先生あれですね。サウスポーにならなきゃいけないっていうのがもうちょっとあれですね。ジークンドほら利き手、利き足が前、フェンシングから来てるんですよ。こっちの方が近いじゃないですか。はい、近いです。こっちの方が近いんで、こっちの方が近いでほらもう今切れたんですよ前。ほらもう疲れてるんですよ。こういうの原理なんですよ。
要するに相手のそのターゲットに対して自分の動きが近いんですよ。はい近いからでプラスあともう一つはちょっと殴ってちょっと。はい。いいよ、これ殴って。はい、じゃあここちゃんとどんどん早く早く。あ、はい。あ、ほら。要するにこのはいいいよ。ほら。体の動き、それから相手のこの心の動きどう見るか、はいどうぞ。これがインターセプション。なるほど。これが軸の G です。 G カウンター相手の動き、要するに動くちょうど出だしがイニシエーション、体全体のそのいろんな動き、それからパフォーマンススピード、それぞれスピードがあるんですよ。そこを見るんですよ。そこを見るのだからパツイしろ。はいパツイしないとこうやって例えば僕が打つんだけど、これはこういう石がよくやってるじゃないですか。はいはいはだからこれはこうやって逃げるんだけどバツイすると当たってもだから無の状態になるべくだけど何でも包括してる無なんですよ。打とうとする意識があるとそれは避けられるわけですからね。だからジークンドの上級者になればなるほどそこを狙ってくるんですよ。だから5の線なんだ。5の線になるんだ。かもしくは線の線になる。はい。じゃあたくさんが一応そうですね。僕が今使ってるさっきのコンビネーションでやると使ってたのは、はい SAA シンプルアングルアタックっていう、はいブルース・リーがよく使ってたテクニック。はいでプラス心理的な動作を入れて5の線でカウンターを取ってるので、だからまず打ってきたら左側相手にとっては右、僕にとっては左、できたらまた左にこう、はい全部カービングしてしかカービンもグするこの空間がイーブンになってるでしょ。はいだから最初のこれが誘いになってるうんのでこれ来た時にドンはい相手の意識、それから体のパフォーマンススピード、それから初動作はいの始めを見切ってそこでポン来いそれでストレートにポーンって入れて瞬間にパーンと下入れてで上からまた下こう入れて、この入り方が軸はい軸これ入れてシャーンとこう入れてはいこれがまずパーンとこれが大事なんです。じゃあ、確かに、足、ね、これ足がさっき大事だって言いました。はいで、足の動き方、来るのに対して、こうだと、ワン、ツーも来るんですよ。はいそうですねそう。だから、ワン、ツーが当たんない場所に移動するんですね。この時点でもう、ほら、単独取れる運動がね。だけど、これ誘いをかけてるんで、ここにどんどん後ろ斜め、左斜め後ろ、左斜め後ろにスッと相手をおびき寄せてるんですよ。もっといいよ来いよっつってでまた来たらここで移動してここでゴンっていう、で確かに構えがもうこれでダメなの。こうですねこうなの。すいませんたくさん前はつま先前はつま先後ろは土踏まずこのラインをキープしつつこう下がってくる、これをマスターしてください。はいでこの幅、そうですね肩幅より足幅1頭はい肩幅よりそれが前後のこの幅、これぐらい広いんですよ。はいで後ろ足のかかとをこれぐらい上げちゃう、こうするとススッとこういうフットワークポッと踏めるようになる。はいだからヒュッて移動してフッて移動してスッとこっちもでまたこれ移動してスッとパパ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 こうしたってこれから早くできるんですよ。じゃあたくさんやってみましょう。ここでこっちに移動するこっちに移動するで右でその時にほら今これ打つんだけどはいわざと広くして普段でこれではいでしょ今度揃えてそれで打つほらだから理論通りにやるとこうなる貫通する今足が吹っ飛ばされたのは角度がドンピシャリはまったからです。そう足あとこうそう打った瞬間もこうなってあ本当ですめちゃめちゃ強いですわじゃあいつもの立ち方やってはどう打ってそれではいおおきますね貫通がなんでするかっていうとこ
このアライメント揃えるとこのままボンっていけるからめちゃめちゃ強いこのこうしてるだけでそうしてみようか。ほら動かないね。なんかストレートリードがなぜ強いかが分かりますね、先生。このアライメントの重要性をすごくテッド・オン先生は重要視して、生徒全員に教えてる。それが要するにこの動きの中で使えればいいんですよ。そうか。これ難しいね。難しいよ。それは今までのほら他のスタイルでやってると、そうこの形を取るのは難しいんで。だから石井はこれをもう何千回も何万回も多分やったんだろうからスッと入るけど、45度、左も45度で、この左の45度を取った時にここ足踏む前に足がついてから足が同時も足がつく前に自分の体重これだから感動するんですでプラスこの最後のこの振りが速いんで、回転も入ってここまで説明したのはちょっと初めてかもしれない。これがストリートリードの強さなんですね。だんだん乗ってきたね。ちょっと戻りがあるんで、できればもう戻らないでそのこうスパンツできればいい。戻らないってことですよね。そう動きの中でやってるからちょっと難しい。ポンお、いた。たくさん体の振り最後のカッっていうくんですね。こう入れた後のここまでこの振りがまだできてない。それさえできれば振りなんですね。そうそれおお大丈夫。おおいたすごい先生どうですか。いったでしょ。行きましたね。いったでしょ。はい。ね今は確かに先生ハマりました。その先生のこっちのイメージを大切にした。コツしか俺は言わないんで、それで短時間でバーンとできるように普通はならないんです。トークのようなスピードはないのだけど、僕と同じでそこにパワーが入ってるから、パクさん1年ぐらいで取れるかもしれない。頑張ります。今石井東吾先生からね、一両が飛んできまして「そんなわけねえだろ!」というこのあれが飛んできましたね。もうこれはヒロ先生の一番可愛がられてる弟子なんで、半年で頑張ります。そんな甘いもんじゃないですよ、ジー君。いや努力すればいいんです。源氏コロに関してもそうだけど、たくさん感性がやっぱ俳優さんって感性高いから、そういった部分もあるけど、でもただの俳優さんじゃないから。皆さんそう思うでしょ。そうですね。ありがとうございます。で先生さっき言ってて、今第8ランクですけれども、先生もさらに今磨きをかけてると言ったじゃないですか。ジークンドーでまだ見したことのない最終奥義があると聞いたんですあると聞いたんです。それはまだ映像ではどこも。当然本当は見しちゃいけない。タクチャンネル。2010年でテッド・オン先生に最終的なレッスンになってしまったんだけどね、ダメ元で先生に「取っていいですかね?」って言ったら「いいよ」で後で見返したんですよ、日本に帰ってきて。ビデオを見返したってことですね、日本で。先生こんなことやってたんだってそれで気づいて、これってどうやったら習得できるんだろうって自分で本当考えて研究していろいろやってできるようになりました。先生それ何が分かったんですか。それはですね、空中転移っていうふうに僕は名前を付けました。普通こう落ちるじゃない、空中で場所を移動して別のところに降りる。そんなことが可能なんですか。だって先生がやってたんです。それをされてたわけですよね。72ですよ、あの時撮ってたの。その先生がだってやってたんですから。こうした時にここに打って、そう空中で落ちる時にスッとこういいんですよ。スーッときてこう入ってくる、空中で上がった瞬間にここでピョッて移動して、空中でだから最初からこっち行ってないんですよ。真上行って、これが当たる瞬間にスーッて移動してここに降りてるんですよ。普通に飛んだらこうですよね、こうですよね。こっちに来てますね。
こういってないでしょ。はいはいはいちゃんと上行ってるでしょ。はい落ちる時にほっ、ほらテニスほっでしょ、ほっでしょ、ほっほっ。おい要は普通重力だけどさ、落ちるこの瞬間に本当に体が転移してるんだよね、場所移動してる。場所が移動してるんですよね、だからこういうなんかねそうだからイメージだとこうですよね。でもたくさん今の近い。あ本当ですか。はたくさん以前玉よけ、はい柔軟よけですウェブのはいはいはい玉よけあれを俺見た時に、まずジークンドーをこれから学んでいくとこういうさっとこういうこれ、はいジグザグにブロークンリズム使ってるんですよ、はいこれがすぐできるなと思ったで無駄な力使ってない。先生これがじゃああれですか、ジークンドの最終奥義空今の中転移ところねテッドオンさんですね。ダメよあなたいきなりこれから練習し始めたらその前にまずストレートリードね、はい、そうだね。ストレートリードをしっかり学んそうだで、ね第一ランクをまず先生にいただくと。やっぱりそうだね。やっぱね今日やってみて分かったけど、自分のスタイルの足の場所があるからね、それをまず変えなきゃいけないし、それに慣れるっていう、その直線にね、はいこの直線に慣れるってことをこれからそう基本ねやっていきたいな。先にこれができるようになっちゃうと、またどっかから生きるが飛んできちゃう。はい。彼まだできてない。タクチャンネル。いやたくちゃん、最終奥義見れたね、空中転移。いや最高だったね。いらっしゃいましたね。いやサタクチャンネルだから。だからですよね。はい、ありがとうございます。ただ、たくちゃん、千人の道も一歩からと言いますので、まずこのストレートリードをしっかり学んで、決してあなたね、空中転移だけを学んで、第5ランクで東郷と一緒だとか、そういったことを絶対言わないようにしてくださいね空。中転移はまた8です。8のランクなんで。東郷先生と決して並ばないです。一歩ずついきます。はいそうはい。それが最終的に帯につながってくる。はいワンパーセンターではね、石井東郷は、ジークンドを使う殺し屋を演じてるわけですので、その師でもある広渡辺先生に、ジークンドを学ぶという回でした。はいはい、このチャンネルありががとうございます。いいなとはい思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたしそます。してやはり、広瀬先生にねこれからもジークンドを学んでほしい、もっともっと見たい、はいチャンネル登録ボタン教えてくださいってことで、はいそれでは最後まで見ていただき、ありがとうございました。ウィーバー